19世紀後半に欧米列強は資源や市場を求めてアジアやアフリカなどに進出し、軍事力によって植民地にしたが、このような動きを何と言いますか？帝国主義。1869年にアフリカ大陸とアジア大陸の間に開通し、ヨーロッパとアジアを急速に接近させた運河を何と言いますか？スエズ運河。インド大反乱の際に指導者の一人として活躍した北インドの小国の王妃は誰ですか？ラクシュミーバーイ。イギリスのビクトリア女王が1877年に即位を宣言し、その地位についた称号を何と言いますか？インド皇帝。ビクトリア女王がインド皇帝に即位した結果、成立したインド植民地の名前は何ですか？インド帝国。インドを完全に植民地とし、ビルマを支配下に置いた国はどこですか？イギリス。3回の戦争により1885年、イギリスに滅ぼされたビルマ最後の統一王朝を何と言いますか？コンバウン朝。東南アジアのベトナムなど、インドシナに勢力を伸ばした国はどこですか？フランス。1802年、青山朝を倒してベトナムを統一した人物は誰ですか？元福英。元福英が故に都を置き、元朝を開き、秦に作法を請うた後、秦から与えられた国号を何と言いますか？越南国。オランダが18世紀末までにジャワ島のバタビアを中心に征服を進めて形成した植民地を何と言いますか？オランダ領東インド。1825年から1830年、オランダに対するジャワ島の大反乱を何と言いますか？ジャワ戦争。ジャワ戦争終結後、この東インド総督に就任した人物は誰ですか？ファンデンボス。1830年からオランダがジャワ島の農民に導入したコーヒー、サトウキビ、藍などを栽培させた経済政策を何と言いますか？強制栽培制度。19世紀後半からのオランダとの戦争で20世紀初めに滅亡したスマトラ島北部のイスラム国は何と言いますか？アチェ王国。18世紀後半、東インド会社がイギリス領としたマレー半島中部西岸の島を何と言いますか？ペナン島。1819年、イギリス人ラッフルズがジョホール王から買収したマレー半島南端の島を何と言いますか？シンガポール。1511年にポルトガル、1641年にオランダ、1824年にイギリス領となったマレー半島南西岸の港町を何と言いますか？マラッカ。1826年、イギリスがペナン、シンガポール、マラッカの3つを合わせて成立させた植民地を何と言いますか？海峡植民地。1895年にイギリスがマレー半島の領有後に成立させた保護領のことを何と言いますか？マレー連合州。
18世紀末から19世紀初めに清で起こった弥勒下生信仰の宗教結社を中心とする農民反乱を何と言いますか？白蓮教徒の乱。1844年、清がアメリカと結んだ条約を何と言いますか？防火条約。1844年、清がフランスと結んだ条約を何と言いますか？候補条約。1856年、英仏連合軍が起こした侵略戦争を何と言いますか？アロー戦争。1858年、4カ国と結ばれたが、清が批准しなかった条約を何と言いますか？天津条約。アロー戦争再開後、英仏軍が北京で破壊した清の離宮を何と言いますか？延命園。日本海に面した沿海州に海軍基地を作り、シベリア鉄道の建設を始めた国はどこですか？ロシア。1858年、アロー戦争を利用してロシアが黒竜江以北の地域を領有した国境条約を何と言いますか？愛軍条約。ロシアが領有地域の南端に建設した都市の名前は何ですか？ウラジオストック。アロー戦争後、清が取った西洋技術の導入により富国強兵を図ろうとした近代化運動のことを何と言いますか？洋務運動。ハワイを併合し、フィリピンを獲得するなど、東アジアを伺う動きを強めた国はどこですか？アメリカ合衆国。1853年、アメリカ合衆国フィルモア大統領より日本開国の指令を受けて日本に来航したアメリカ人は誰ですか？マシュー・ペリー。1894年、朝鮮で東学党を信仰する農民たちが腐敗した政治の改革を求め、外国勢力を追い出そうとして起こした乱を何と言いますか？甲午農民戦争。1894年、朝鮮政府から援軍を求められた清と、これに対抗して軍隊を送った日本との間で始まった戦争を何と言いますか？日清戦争。日清戦争に日本が勝利し、結ばれた講和条約を何と言いますか？下関条約。ロシアがドイツやフランスとともに日本が日清戦争で獲得した領土を清に返還するよう勧告してきた出来事を何と言いますか？三国干渉。列強の進出に対し、清の民衆が放棄し、1900年に清の軍隊とともに列強各国の公使館を襲い、鎮圧された出来事を何と言いますか？義和団の乱。義和団事件後も満州に兵を留めたロシアと日本が、その支配権をめぐって争った国はどこですか？大韓帝国。1902年、ロシアに対抗するため、日本が結んだ同盟を何と言いますか？日英同盟。1904年、日本軍がロシアの軍事拠点であった旅順を攻撃したことから始まった戦争を何と言いますか？日露戦争。